安いし、大画面だし、バッテリー持ちいいし、親に買ってもらう人とかは iPhone の方が長く使えるからって言って、一つの画面でアプリ4つそうなの？どうもこんにちは、まみよしです。今回はこちら、みんなのお気に入りスマートフォン選手権ということで、合計40人に今使ってるスマホだったり、昔使ってて気に入ってるスマホ聞いてみたので、実際にどんな機種が人気なのかチェックしていきます。早速やっていきましょう。ということでね、こちらの写真が今僕が持ってるスマホですね。iPhone 16 Pro Max、iPhone 16 Pro、そして Galaxy Z Fold 6、で、あと S25 Ultra も買ったので、ここに追加されるっていう感じ。iPhone と Galaxy を僕は使ってます。じゃあ早速見ていきましょう。まずは OSD さん、iPhone 16 Ultra Marine です。色も機能性も機動性も全てが刺さりまくってます。こちらが iPhone 16の Ultra Marine ですね。結構この色最初は賛否両論だったんですけども、なんだかんだ最近はこの色好きっていうコメントが多いですね。最近の iPhone に関してはこんな感じで裏面がテカテカのガラスじゃなくてマットな質感になっていて高級感も上がったので、最近の iPhone に関しては結構好きなデザインになってます。あとは駆動性ということで、多分ね、この iPhone 16の軽さ、これ16 Pro と比べるとかなり軽いので、持ち歩きとか寝転がりながら使う時とかこの軽さ結構体感できると思います。コスパもいいし、かなりおすすめな機種です。続いてはタコサーバーさん、 iPhone 15 Pro 使ってるミニシリーズで 120Hz 欲しいです。確かに、最近 iPhone ミニシリーズに関してはiPhone 13が最後か。なので、14からないんですけども、この iPhone 15 Pro とか16 Pro とか、こういったプロシリーズの性能で iPhone ミニシリーズ出たらかなり僕は欲しいですね。ただ、売れるかっていうと微妙。やっぱミニシリーズは人気がなくて生産停止になったっぽいですね。ただ出たとしても電池持ちとかも結構ミニだと悪めになると思うので、どうなんだろうっていう感じはあります。で、この iPhone 15 Pro に関しては Apple Intelligence も使える機種なので、かなり長く使える機種になってると思います。続いてヤンコロさん、初コメ失礼します。今は iPhone 16 Pro を使ってるんですが、以前使っていた14 Pro のステンレスフレームがかっこよすぎて今でもお気に入りです。なるほど。そう、iPhone 15 Pro からここの側面の素材がチタンになってちょっとマットっぽい素材になったんですけども、 iPhone 16 Pro はね、かなりテカテカの金の延べ棒みたいな感じになってたので、そっちの方が好きっていう感じですね。僕は最近のチタンフレームの方が好きなんですけども、結構ね、このステンレスフレームの方が好きでしたって人もいるので、あえて14 Pro とか買う人もいるのかな。ただ15 Pro から Type-C になったので、14今から買うっていうのはおすすめではないかも。ただ気に入ってるんだったら長く使い続けるのかなりありだと思います。続いてゆうやさん、 iPhone 11 Pro のミッドナイトグリーンの色は良かったです。懐かしいな。 YouTube 始めたて当初ぐらいにレビュー出したのが iPhone 11 Pro のミッドナイトグリーンだった気がする。そこからこのチャンネルは始まってるみたいな感じですね。懐かしい。 iPhone 16 Pro Max 良かったです。写真綺麗に撮れるとバッテリー持ちも最高です。そう、写真ね、5倍レンズでのこの奥行き感、結構カメラってこの望遠レンズで撮ると圧縮効果ですごい雰囲気のある映像とか写真になるんですけども、それがこの iPhone スマートフォンで実現できるので、個人的にもかなり気に入ってます。で、バッテリー持ちもモバイルバッテリーとかもほぼほぼ必要ないぐらい持つので、かなり16 Pro は完成されてると思います。しかも Max か。なるほど。続いてトマトサワーさん、 iPhone 15と POCO F6 Pro 使ってる。でもやっぱり POCO の方がいい。POCO F6 Pro 確かレビュー動画出してる。出してる。そう、これね、価格がかなり安くて、しかもスペックもスナップドラゴン8 Gen 2だったかな。ゲームもかなり快適にできるし、結構冷却性能とかもしっかりしてたので、スマホゲームよくやる人とかは POCO F6 Pro とかサブ機として買うとかでもかなりいいと思います。このトマトサワーさんもそんな感じなのかな。 Android 派ですね。サシスソセさん、 Vivo X200 Pro Mini、 めっちゃカメラ強い。ちょっとこれ知らんから見てみよう。これですね、なんか最近 Vivo っていうメーカー結構このスマホ界隈で流行ってるっぽくて、カメラがねすごいらしいです。サイズレンズ搭載してて、倍率はいくつなんだろう。全部5000万画素で 15mm、23mm、70mm か。これだ3倍か。5000万画素だから、6倍ズームとかもできるのかな。結構良さそう。1テラで15万円なんで安いね。めっちゃカメラ強い。最近のスマホね、Galaxy とかもそうなんですけど、結構この AI 処理なのかな。この写真の後処理っていうのがかなり進化してて、センサーは同じでも昔の機種と最新の機種では全然画質違ったりするので、センサーもいいし、後処理の性能も良くて、この X200 Pro Mini かなり画質良くなってるのかな。これもちょっと使ってみたいな。Vivo もね、ちょっと最近気になってます。ただね、こういうグローバルのスマホだと Suica とかね、フェリカが使えないので、そこだけちょっとネックですね。続いて竹内さん、 iPhone 16 Pro のナチュラルチタニウム使ってます。初めてのプロということもあり、とてもかっこいいです。最高。ナチュラルチタニウム。初めてのプロ、今まで何使ってたのか気になるんですけど、初めてのプロということで、やっぱね、5倍とか、あと 120Hz。今回ね、iPhone 16 Pro かなり完成されてるし、今まで15 Pro Max にしかついてなかった5倍レンズも、この16 Pro の小さいサイズに搭載された
たので、今回のプロシリーズに関してはプロマックスよりも個人的にはプロの方がおすすめですね。ナチュラルチタニウムもいいね。続いて犬バスさん iPhone 16 Pro Max のデザートチタニウムを使っています。これだ。全く同じ。大画面での性能も良く、カメラもいいので気に入っています。カメラの性能がいいと旅行とかの時に写真撮るのが楽しくてたくさん写真を撮ってしまう。わかる。カメラ興味なくても新しい iPhone を買っていいカメラ手にするとこういっぱい写真撮るようになるので、カメラあんま興味ない人でもプロシリーズ買うの結構おすすめだったりします。旅の思い出もたくさん残せていいです。さあ、あとはね、何ギガ買ってるのかわかんないんですけど、データ容量がそのうち足りなくなってくると思うので、そういう時は共有アルバムとか、あとはこういう USB メモリとかに保存していくのがおすすめです。続いてたかしさん iPhone 16 Pro を使ってます。 iPhone 率多い。 SE から変えて画面、バッテリー、カメラ性能全てが完璧。画面のヌルヌルが変わりすぎててえぐい。60Hz から 120Hz。そう、これがね一番体感できると思います、プロシリーズ。あとバッテリーの持ち iPhone SE に関してはね、もうバッテリー持たないし 60Hz だし、カメラも一眼だしということで、結構ね今の SE2 とか SE3 きついと思うんですけども、そこからの買い替えだとかなり体感差っていうのはあると思います。ゆうたんさん iPhone のアクションボタン最高、PayPay とかマジ楽。確かにそう、アクションボタンは iPhone 15シリーズからね、ここの側面電源ボタンのところに搭載されていて、これね個人的にも結構気に入ってて、最近のやつだと iPhone 16だと逆側にねカメラコントロールボタンっていうのもついたので、僕はこっちのアクションボタンにブラックマジックカメラっていう動画撮影用のアプリ割り当ててて、こっちのカメラコントロールに関しては普通のカメラで写真とかを撮ってたりします。ただね動画を撮らない人とかに関してはこういったアクションボタンに PayPay とか楽天ペイとか、あと最近ショート動画で紹介したなんちゃって囲って検索のショートカットを作って、それをここのアクションボタンに割り当てるなんていう使い方もできるので、結構ねアクションボタンも便利だったりします。ひろみーさん、メイン環境が Mac と iPhone になったから今は iPhone 16 Pro Max を使ってるけど、気に入ったのは断然 Galaxy S22 Ultra だね。 iPhone より直感的に使いやすかったし、スマホに S ペンで手書きメモ取れるの最高だった。S ペンね。もし Windows PC と Android スマホをメインで使ってたなら迷わず S25 Ultra 予約していたと思う。メイン環境は Mac と iPhone なんだ。そう、僕もね今パソコンは Mac でスマホは iPhone で使ってたんですけども、最近 S25 Ultra 予約して到着待ちでねちょっといろいろ Android について調べてるんですけども、最近の Mac に関しては iPhone ミラーリングっていうのができるようになって、それで Mac と連携することによって iPhone の通知を Mac 上の通知として出すことができるんですよね。それがめちゃめちゃ便利で、それができなくなるのでちょっとねそこが不便ではあるんですけども、 Android と Mac の連携、最近だと AirDrop の代わりに NearDrop っていうのがあったりして、ちょっとずつ Mac とも連携できるようになってきてるので、その辺もいろいろと使い倒してまたレビューの方をしたいと思ってます。まったりたくみんさん、一番左色も使ってるケースも同じやってことはこれですね、 iPhone 16 Pro Max と ESR のクラシックシリーズ、もうこの組み合わせめちゃめちゃ良くて、今 iPhone のケースどれ使うか迷ってるっていう方はぜひねこちら買ってみてください。これ3000円と結構安めで、このカメラバンプの部分にスタンドがついてて、動画を見る時とかのスタンドとして使えるっていうやつ、これめちゃめちゃおすすめです。続いて山手異国さん、 iPhone 16 Pro Max 使ってます。大画面最高、電池持ち最高、ゲーム性能バッチリ。そう、プロマックス使ってる人はね、このバッテリー持ちとか、あとは大画面でのゲーム、結構ゲームやる人がプロマックスユーザー多いかも。確かに16プロとかこういったちっちゃいサイズだと結構ゲームやっちゃうと1日持たなかったりするんですけども、プロマックスとかだともしかしたら持つかもしれないですね。なるほどね。俺も結構プロマックスユーザー多いね。ブラックペッパーさん、 iPhone 15 Plus を使っています。画面も大きくて USB Type-C になったのですごく便利で使いやすいです。買って正解だった。初めてのプラスユーザー。 iPhone 14から14プラスが出たのかな。ただ僕1回も多分プラス買ったことないな。ちょっと1回次の iPhone 17シリーズはプラスシリーズ買ってみてもいいかもって思ったけど、なんか次は17エアになるみたいな噂ありますね。ちょっとその辺も気になる。画面も大きくて USB Type-C になったのですごく便利で使いやすいです。買って正解だった。 iPhone 15からか USB-C になったので、こういうね今使ってるワイヤレスマイクとかも USB-C で接続できるし、ハードディスクとか SSD とかそういったものもつなげられるようになったので、かなりアクセサリーのバリエーションが広がったので、ライトニング使ってる人は充電ケーブルだけじゃなくて、いろんなアクセサリーが使えるっていうのを覚えておいてもいいと思います。続いて Q イオタさん、16 Pro のナチュチタの色が好き。なんかさ、毎年ねこの iPhone 15 Pro と16 Pro ナチュラルチタニウムだったり、あとホワイトチタニウムだったり、色の名前っていうのは一緒なんですけども、微妙にね色が違ったりしてるので、そのことかな。15 Pro と16 Pro ちょっと比較したことないのでわかんないですけど、どうなんだろう。感触気味になったのかな。ちょっと今度見てみようかな。ゆうさん、 iPhone 15 Pro は Apple Intelligence 使えるらしいから普通の15と迷ったけどプロにしてよかった。確かにそう、 iPhone 15って出た当時は、スペックもいいし安いし2倍ズームもできるようになったんだっけな、15で。それでかなり iPhone 15当たりじゃんって言われてたんですけども、その半年後1年後ぐらいかなにApple Intelligence は15 Pro 以上
上って言われて、ちょっとね、かわいそうな機種ではあるんですけども、まあ、確かに15 Pro を選んだ方が正解ではあったと思います。まあ、ただ、Apple Intelligence 使わなくても、いろんなね、チャット GPT のアプリとかをアクションボタンに設定したりすれば、いろいろできると思うので、まあ、そこまで違いはないのかなって思いたいですね。Steam マイクラさん、16もいいけど、12 Pro Max も充電早いし、20時間使えるから2台持ちしてます。すごいな。ただ、80超える充電はしないのが一番。80% 制限のやつか。あれ、まあ、結構してる人多いんですけど、僕はあんまりしてないですね。最近の iPhone 16、15からできたかな。80% じゃなくて 5% 刻みでできて、僕は 95% 制限にしてます。これ結構おすすめ。12 Pro Max ね、サブ機として使ってるのか。RY さん、16 Pro のデザートチタニウム使ってます。性能もそうですが、色も最高ですね。一緒だ一緒。個人的にはね、このデザートチタニウム、背面の色じゃなくて、この側面の色がめちゃめちゃいいので、ここが気に入ってます。まあ、ただケースつけるとあんま見えないので、そこが残念。続いてホワイトシンクさん。iPhone 16 Pro Max の16 Pro Max ユーザーめっちゃ多い。16 Pro Max のホワイトチタニウム 256GB 使ってます。15 Pro Max から買い替えましたが、0.2 インチ大きくなっただけですけど、違いを感じます。本当に。僕はね、6.1 インチから 6.3 インチ、このプロシリーズで使ってるんですけど、あんまり違い感じないですね。まあ、人によるのか、これ。で、自動車でナビとして使うので、大画面やめられない。なるほどね。結構ね、iPad のセルラーモデルを車用のナビとして使う人、コメントとかでよく来るんですけども、そういう人ね、iPad mini とかじゃなくて、意外と16 Pro Max とか買って、そっちをナビとして使うのもありかもしれないですね。それいいな。スプランさん、iPhone 15 Pro と iPhone 13を使ってます。iPhone 12 Pro から iPhone 15 Pro に機種変更して感動したのは、バッテリー持ちとカメラの性能が綺麗だってことですね。確かに3世代分か。2台使ってるってことか。結構 iPhone って2台使ってる人多いですね。で、なんでかって言ったら、こういうね、Galaxy とかに関しては、こっちの画面で YouTube 見ながら、こっちでネットサーフィンするみたいなことができるんですけども、iPhone はね、1個のアプリしか一気に起動できないので、例えばこっちで動画見ながらこっちでネットサーフィンするみたいな、そういう感じで持ってる人が多いのかな。誠の感謝さん、Galaxy S24 を使ってます。とにかく軽くて片手で使っても手首があまり痛くならないし、動作がサクサクなので気に入ってます。そう、Galaxy これ S25、1個新しいモデルなんですけども、この Galaxy の無印、かなり軽くて手が疲れないので、意外とウルトラじゃなくてこの普通のモデルも良かったりします。とにかく軽い。あとはね、Galaxy は2画面とかもできるのでいいですね。続いて AN ニュースさん、Nubia Z60 ウルトラ。これなんか聞いたことあるぞ。友達が持ってて、ちょっと見たんですけど、確かマクロ撮影かなんかが綺麗だったような気がする。あれでもカメラ性能まずまずって書いてある。カメラ綺麗だったような気がするけど、レッドマジックと同じ会社でゲーム性能が高い。しかも 6000mAh だからバッテリー持ちが非常に良い。246g かなり重いな。まだ発売してないのか。これ Z70 か。Z70 はね、確かカメラ性能結構良かった気がしますね。ゲーミングスマホみたいな感じなんだ。ほらほら。カメラめっちゃ綺麗。この Nubia も結構最近聞くかも。いいね。続いてルイチさん。iPhone 16 Pro を使ってます。12から変えたんですが、バッテリー持ちも良くなり、スピーカーも良くなったように感じます。そう、スピーカーといえば、結構ね、この Galaxy S25 Ultra 最近ちょっと使って思ったんですけども、やっぱりね、いろんな Android、Pixel とかも使ったけど、スピーカーはね、やっぱり iPhone が一番いい気がします。なんか他のは結構シャカシャカだったり、こもってたり、そういったものが多いんですけども、この iPhone に関しては、こう音量を出しても音そこまで割れないし、全体的にね、バランスがいい音なので、聞いてて疲れないし、音も普通にいいと思います。確かにスピーカーの音がいいっていうのも iPhone の魅力かも。それ思ってたらやっぱり性能良くなってるんですね。みんな思ってるっぽい。続いて、アキロ男さん。iPhone 14 Pro かな ?16 Pro 買ったけどわざわざ売って未だに使ってる。光学3倍と側面のメッキが、やっぱさっき言ってた側面のステンレススチール。それが気に入ってるって人やっぱいるっぽいですね。光学3倍は確かにわかる。iPhone 15の時も15 Pro は3倍で、15 Pro Max が5倍で、実際に2つ使ってみた感じ、室内とかで使う分には3倍が使いやすくて、iPhone 15 Pro は残そうと思ってたくらい3倍良かったんですよね。なので、この光学3倍がいいっていうのもめっちゃわかる。続いてメロチさん。iPhone しか勝たん。12年前の7でも十分使えるからかな。なるほど。確かに iPhone SE とか、あとは iPhone 11とか iPhone 8とかもまだいるか。古い iPhone 使ってる人っていうのは結構多いと思うんですけども、その時代の Galaxy 使ってる人とか、そういった人はあんまりいないので、確かに iPhone の方が長く使えるのかも。これあれだね、親に iPhone を買ってもらう人とかは iPhone の方が長く使えるからって言って買ってもらうのありですね。OS のサポート期間も長いし、確かにありかも。45C さん。iPhone 12 Pro を使っていますが、今の16 Pro よりカメラの性能は良くないかもしれないけど、カメラが大きくなくて重くないし分厚くないし、今の iPhone よりいいところいっぱい。確かに昔のもいい。iPhone 12に関してはマグセーフもついてるし、普通にありですね。センサーサイズもね、今のやつよりも小さいので、多分12 Pro の方が寄れるんじゃないかな、被写体に。12 Pro はあれか ?2 倍のズームレンズだったかな。ちょっと久しぶりに使ってみたいな。確かに
昔のは昔ならではのいいところあるかも。いつさん、iPhone 13 mini かな。日本人にはこのサイズって感じ。SE みたいにレンズ1個でいいから続編出てほしい。なんかね、SE4 がもうすぐで出るんじゃないかみたいな言われてるんですけども、それ 6.1 インチっぽいので、もうミニは出ないっぽいですね。日本人には人気だけど、海外だとあんま人気ないのかな。デンピオさん、iPhone 13 mini、ミニ続き。片手で操作できるので、今使ってるやつです。結構ね、やっぱミニを望む人もまだまだいますね。13 mini が最後だったのか。ちょっといつか復活してほしいね。確かに。コツエさん、ギャラクシーが好きです。ギャラクシーもね、こう折りたたみだったり、あとこう縦型の折りたたみとか、あとは S25、S シリーズの通常ラインとか、いろんな機種があるので、S シリーズ買って次の買い替えの時は、こうフリップ買うとかフォールド買うとか、そういった種類がいろいろあるのもいいポイントですね。吉尾さん、私は今 iPhone 15 Pro のナチュラルチタニウムを使ってます。結構ナチュラルチタニウム人気だな。っていうか、今こう見た感じ、ブラック使ってる人全然いないね。Galaxy A23 5G の超格安スマホ、懐かしい。今ある。なんかレビューしようと思って買ったけど、結局使ってないやつ。カメラの画質と画面の 120Hz の滑らかさにすごく驚きました。ナチュラルチタニウムのカラーもとても気に入っております。画面の大きさ 6.1 インチもちょうどよくポケットに入れやすいです。スピーカー音質がめっちゃいい。15から Type-C 端子になったのも嬉しい。15 Pro のバッテリー持ちだけはどうにかしてほしいと思ってます。バッテリー持ち、そんなあれかな。意外と持つと思うけどね。設定とかいろいろ見直してみてもいいかも。あとはね、常時表示オフにするだけで結構変わります。そう、この A23 5G の時も結構スピーカーシャカシャカだったので、やっぱり iPhone は高いっていうのもあるけど、普通にスピーカーいいですね。モブタリオさん、ポコ F6 Pro 中古で 54,000 円。これで暗筒の値もベスト10入ってくるんだからすごい。お金なければ12日に X7 Pro 来るからこれ一択だと思ってます。F6、これもポコなのかな ?X7 って。ポコいいですよね。2D ゲームとの相性さえ改善してくれれば派遣取れると思ってます。原神やった時もかなり快適にできたんで、ポコ F6 かなりいいと思います。F7 とかも出るのかな。続いてアーミーさん。思い出になりますが、初めてのスマホに絶望して半年で機種変に行った際、これ多分あれだ。iPhone 3G とか出たての頃かな。これ日本で iPhone が人気なのって多分理由があって、最初、Xperia と Galaxy と iPhone。あとその他 Arrows とかいろんなスマホがあったんですけども、Xperia とかあと Galaxy もそうかな。タッチの種類が違ってて、iPhone はちょっと触るだけ静電方式なのかな。iPhone 3G の時からかなりサクサク動いたんですけども、一番最初の Xperia とかに関しては多分感圧式だったのかな。結構押し込みながらスライドしないと反応しなかったり、あとはこうマルチタッチとかも対応してなかったり、すごい使いにくかったんですよね。あと動作もめっちゃもっさりしてたし。当時はそのキャリアのアプリ、なんだったっけな、ドコモのこう羊みたいなやつとか、そういった重くなるようなアプリとかも大量に入れられてて、めっちゃもっさり感があったので、みんな iPhone に行ったみたいな流れから、日本は iPhone ユーザーが多いような気がしてます。iPhone 4S をダメ元で使用した当時の絶望を忘れられません。いやー、やっぱこの世代ね、この世代のスマホめっちゃ楽しかったな、確かに。いろいろ買ったわ。あとね、Xperia のこんぐらいのめっちゃちっちゃいやつが当時あって、それ一回買ったな。いや、懐かしいな。あの世代に一回戻ってみたい。最初に使用した Android だと半年で動かなくなり、最後は電話帳すら開けず落ちる始末。そう、なんかね、Android はあとアプリをめっちゃ入れると重くなったりしてたのもあるかな。当時はそのウイルス対策用のアプリみたいなのも入れるのが主流だったりして、そういうので Android は重いっていう印象がついちゃったのがありそう。当時あんまりなかった画面のスムーズさといったらもうそれなんだよ結局。最初のスマホ出たての時は iPhone 以外はめっちゃもっさりだったんだよね。家族も当時の恋人もみんなで進めてそれぞれ順次 iPhone に変えてました。いやー、周りみんな、でも半々だったな、高校生の時は。でもどんどん iPhone 勢が増えてった。そうね、あの時からスマホは iPhone と決めてます。確かにな。でも最近は Android も進化してるから両方快適になってきたね。マシューンさん、フォールド4を初のフォールド。今ここにフォールドあるけど、フォールドはね、特にパソコンを持ってない人とか、あとは外でこうマルチタスクする人とか、そういう人におすすめ。移動中の暇つぶしにされてわかる。だから2年を経たずに画面が入らなくなったポンコツでもある。そう。なんかフォールドは折りたたむからこう画面が壊れやすいらしい。あとフィルムが浮いてきちゃったり。最近のフォールド5とか6では改善されてるらしい。プリンさん、Pixel 9 Pro XL。フレームがテカテカ光ってるのがお気に入り。あ、最新のやつか。これ触ったんですけど、めっちゃテカテカ。iPhone 14 Pro と同じテカテカだったので、14 Pro 好きな人は Pixel 9 Pro とか買うのもありかも。カズトさん、Galaxy S23 FE 使ってます。最近ね、Galaxy S24 FE、S23 FE か。ちょっと触る機会あったんですけども、画面も大きくて、それこそ iPhone のプラスとか、Pro Max とか、好きな人結構 23 FE いいと思っていて、安いし、大画面だし、バッテリー持ちいいし、結構コスパいいんですよね。ただ、知名度がなさすぎて、多分この Galaxy の FE シリーズ知ってる人がいないっていうのが弱点。ちょっとね、この辺は布教してったら
めっちゃ売れそう。それこそ iPhone SE 並みにコスパいい機種ですね。レオさん、Xperia 1、6。ハイエンドとしては軽め驚異のバッテリーの持ち、音の良さ。だが値段がハイエンドの中でもハイエンド。これも確かイベントに行って実際に触ってみてレビューしたんですけども、音がめっちゃ良かったのと、カメラもね、このマクロがめっちゃ良かった気がする。バッテリーの持ちも動画を40時間再生とかな、そんな感じでアピールしてた気がする。大輔さん、現役で iPhone 5S 使ってます。5S まだ動くんか。iPhone 7でも結構もっさりだし、最新のアプリとか入んないかな。なんですけど、5S はすごすぎる。マリさん、ネットマジック9 Pro。表示領域大きいのもいいし、USB 端子が神。87W 充電できるんだ。USB 3.2 の転送機能ついてる。早いんだね。一つの画面でアプリ4つそうなの？なんかレッドマジックは6ぐらいの時に1回触ったことがあって、それ以来触ってないんですけど、めっちゃ進化してるじゃん。スマホでアプリ4つ同時起動できるんだ。ゲームしながら LINE 開きながら YouTube 流しながら攻略法検索。画面分割っていうよりかは、パソコンみたいにこうウィンドウで開いていく感じなのかな。もうめっちゃ気になるわ。ということで40人分のお気に入りのスマホ、今使ってるスマホ聞いてみたんですけども、いかがでしたでしょうか？やっぱりね、このチャンネル iPhone 紹介することが多いので、結構 iPhone ユーザー多かったんですけども、中にはね、ヌビアとかポコフォンとか、そういった結構ね、ニッチな機種使ってる人も多かったので、個人的に見てて楽しかったです。こんな感じで視聴者のコメントを紹介するみたいな動画、今後やっていきたいので、視聴者のこれが気になるっていうのはありましたら、よかったらコメント欄でコメントください。またコミュニティでこんな感じで投稿して紹介したいと思います。ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。以上、バイバイ。